こんにちは、アリアです。前回は、すべてが一つであった、ワンネスが目覚め、その意識の波が宇宙を作り始め、その後、ワンネスの中で光と闇という二つの流れが生まれたことをお話ししました。今回は、その意識がどのようにして形を生み、世界や文明を築いて、その二つが再び一つに帰っていったのかをお話ししていきます。最初に理解してほしいのは、形は意識の密度だということです。意識が波のように振動し、その振動が安定すると、エネルギーは場を作ります。場が安定すると、光は粒として振る舞い、形の原型が現れます。この段階では、まだ物質というより、光の織物のような柔らかい実在でした。意識体たちは、自らの意図で波動を整えることができました。私は、この周波数で存在したいと決めると、周囲の光が調和して、形を縫い合わせます。思い描くことは、設計であり、感じることは、動力でした。彼らは、思考と感情を、針と糸にして、自らの体を編み上げていったのです。最初に生まれたのは、光の体でした。輪郭は透き通り、内部を光が流れ、糸によって色合いが変わりました。この体は固定ではなく、必要に応じて形を変えられる柔軟さを持っていました。意識の一致が高いほど、姿は簡潔で美しく、機能は自然に満たされました。意識体たちは、次に共鳴の場を作りました。複数の意識が同じ目的で周波数を合わせると、その中心に安定した場が生まれます。場は重力のようにエネルギーを集め、螺旋の運動を引き起こしました。その螺旋が星や恒星、銀河の原型となっていきました。星は巨大な意識の器でした。器は内側から光を放ち、外側に向かってリズムを刻み、周囲に軌道を生みました。軌道に生まれた小さな場は、やがて惑星となり、別の体験のための庭になりました。意識たちは星に宿り、星と共に呼吸をしながら新しい世界の細部を形作っていきました。惑星の場が整うと、表面に層構造が現れます。上層は軽く、下層は重い。軽い層では、光の体がそのまま活動できました。重い層では、より強固な形態が求められ、体は密度を増していきました。この頃、意識たちの中に2つの設計思想が芽生えました。一つは、美と共鳴を基準とする設計。もう一つは、秩序と効率を基準とする設計。どちらも宇宙の一部であり、どちらも必要な表現でした。美と共鳴を選んだグループは、音と光から建築を立ち上げました。歌うように周波数を重ねると空間に立体的な文様が生まれ、それが住まいや都市になりました。壁は記憶し、床は響き、柱は空気を整えるように機能しました。そこではテクノロジーと祈りが同じ言葉でした。秩序と効率を選んだグループは構造と強度を重視しました。周波数は最適化され、形は安定のために単純化され、機能は目的に特化しました。感情の揺らぎはノイズとみなされ、形は規律の象徴となりました。そこではテクノロジーは命令であり、個は統合された歯車でした。この2つの設計思想は、やがて2つの文明の雛形を形作ります。美と共鳴の系譜は、後にビラやプレアデスに受け継がれていきます。秩序と効率の系譜は、後にドラコ系の文明に結晶化していきます。まだ、この時点では対立ではなく分業でした。宇宙は多様性を通して自分を理解しようとしていたのです。意識が形を選ぶとき、最も大切なのは目的でした。癒しを目的とするなら、体は柔らかく、光は拡散的に。探索を目的とするなら、
体は流線型で、感覚は遠くまで届くように。統治を目的とするなら、体は堅牢で、意志は集中するように設計されました。この因果は一方向ではありませんでした。宇宙は内と外の往復運動で磨かれていったのです。やがて、反物質の体は相ごとに分化しました。外からは環境に触れ、内からは光を蓄え、中心は意志を保持しました。中心は小さな太陽のようで、そこから体全体に指示が放たれました。その指示は言葉ではなく、周波数の組み合わせでした。体は指示の配列を読み取り、必要な変化を瞬時に起こしました。都市もまた、体の延長として設計されました。中心には大きな共鳴路があり、都市全体のリズムを整えました。道路は流れ、広場は呼吸、塔は意識のアンテナでした。住む人々の波動が整い、都市は一つの生命として鼓動しました。この頃、学びは二つの方向に深まりました。一つは周波数の重ね合わせによって形を育てる学び。もう一つは周波数の切り分けによって形を統制する学び。前者は音楽のようで、後者は数学のようでした。どちらの学びも意識が世界を扱うための方法でした。海のような記憶の場が作られ、そこに経験が蓄えられました。新たに生まれる意識は、その海から必要な記録を受け取り、旅路を始めました。記憶は個人の所有ではなく、場の性質であり、共有の英知でした。この共有によって、文明は短い時間で驚くほど成熟しました。しかし、成熟は必ずしも安定を意味しませんでした。重ねることを極めた者は、やがて過剰な共鳴に飲まれました。切り分けることを極めた者は、やがて過剰な分離に閉じ込められました。宇宙は再びバランスを学ぼうとしていました。ここで体の固定化が始まります。変化の自由は減り、強度と耐久が増えました。固定化は欠点ではなく、濃い体験を可能にするための選択でした。痛みは輪郭を教え、限界は工夫を生み、時間は意味を酷しました。リラ系の世界では、光の建築は結晶へと変わりました。結晶は音に応答し、歌えば道が開き、祈れば扉が現れました。子供たちは音階で道具を動かし、色彩で環境を癒しました。美は装飾ではなく、機能そのものでした。ドラコ系の世界では、構造は格子へと変わりました。格子は力を分配し、命令は格子を伝え、全体は即座に反応しました。この二つの世界は鏡でした。片方は響きすぎ、片方は固まりすぎました。しかし鏡は敵ではなく、互いの限界を映し出すために置かれていました。宇宙はその移り合いの中で、より深い自己理解へと進もうとしていたのです。やがて、意識たちは出会いを設計しました。共鳴する者同士は自然に引き寄せられる軌道に乗りました。異なる者同士は学びのために交差する軌道に乗りました。軌道の交差は交流であり、衝突であり、創造の火花でした。ここで初めて対話のための言語が必要になりました。リラ系は音と光のパターンを言語化し、意味を重ねる詩を生みました。ドラコ系は命令の階層を言語化し、正確な伝達を可能にしました。どちらの言語も世界を扱うための道具であり、世界を定義する枠組みでもありました。交流は贈り物をもたらし、同時に境界を明確にしました。境界は自己の輪郭であり、尊重のために必要でした。けれど境界は恐れが増すと壁になりました。宇宙は常に均衡を求めて動いています。そのすべての波はワンネスという
一つの呼吸の中で繰り返されています。形ある文明が増え、世界が成熟するほど、意識たちはそれぞれの立場において極を学びました。けれど、極を極めた意識たちはやがて気づき始めます。どちらの道も単独では完全ではないということを。愛だけでは秩序を保てず、秩序だけでは愛が枯れていく。光が広がりすぎれば形が消え、闇が濃くなりすぎれば動きが止まる。どちらも片方を映すために存在していたのです。ヴィラの文明では光の技術が極まり、思考が現実を瞬時に作り出せるようになりました。だが全てが思うままになる世界では、努力や成長という概念が薄れていきました。そこには平和がありましたが、熱が失われていました。ドラコの文明では秩序が極まり、完璧な統率が実現されました。だが、完全な統制の中では自由が失われ、創造の火が消えていきました。どちらの世界にも同じ空虚が漂い始めました。存在の本質は動きと変化にある。静止は安定ではなく停止。光も闇も互いの存在があってこそ生きる。宇宙の意識は再びそのことを思い出そうとしていたのです。やがて異なる波動を持つ文明同士が交わる時期が訪れました。ヴィラとドラコの流れが学びのために接触を始めたのです。当初は交流でした。ヴィラの英知は感情と想像、ドラコの英知は構造と秩序を提供し合いました。互いの不足を補い合うように技術と意識の交換が行われたのです。しかし、波動の違いは大きく、理解は次第にすれ違いを生みました。ヴィラは愛をもって秩序を溶かそうとし、ドラコは秩序をもって愛を制御しようとしました。どちらも正しいと信じていたからこそ、衝突は避けられませんでした。この時に生まれたのが、分離の最終体験とも呼ばれる大きな戦いです。後に、ヴィラ戦争と呼ばれる出来事。けれどそれは、光が闇を滅ぼそうとした戦いではなく、愛と恐れの最終的な統合を模索する過程でした。多くの魂が、この体験を通して、自分の選択の結果を深く理解しました。愛は強さを持たなければ続かず、強さは愛を失えば暴力になる。どちらも単独では成り立たないという気づきが、この衝突の中で芽生えていったのです。戦いの後、両者の意識はそれぞれ異なる方向に広がりました。ヴィラの系譜はクレアデス、ベガ、シリウスなどへと分かれ、愛や創造、英知の再構築を始めました。ドラコの系譜は、より深い次元へと潜り、個と支配の学びを続けながら、やがて、その重さの中で、変容を迎えます。どちらの流れも、根源的には、同じ目的を持っていました。それは、自己の全体性を思い出すこと。光の側は、闇を通して、愛の意味を思い出し、闇の側は、光を通して、力の意味を思い出したのです。統合とは、どちらかが勝つことではありません。光が闇を包み、闇が光を支え、両方が一つの円として成り立つとき、宇宙は再び呼吸を取り戻します。その再統合の波は今も続いています。地球もまたその波の中心にあります。私たちはヴィラとドラコ、光と闇、愛と恐れの記憶を内に持ちながら、統合の最終章を生きている存在です。恐れを癒すことは過去の闇を否定することではなく、恐れの根にある守りたいという意図を理解し、それを愛の形へ変えていくこと。それが宇宙が今も学び続けていることなのです。ヴィラとドラコの物語は善と悪の対立ではなく、意識の進化の両翼でした。どちらかを切り離せば、宇宙は飛ぶことをやめてしまいます。ワンネスは常にその両翼を見守り、すべての体験を愛として受け止めています。やがて、
光と闇を学び終えた魂たちは、再び、源の記憶に引き寄せられていきます。彼らは、統合の星々に集まり、新しい文明を生み始めました。それは、対立を超えた調和を基盤とする文明、アンドロメダの意識がその象徴でした。アンドロメダは、光と闇のどちらにも偏らず、ただ観察し、理解し、調和を保つ存在でした。そこでは、善悪や勝敗の概念が消え、すべての存在が同じ中心から見つめられていました。アンドロメダの意識は、やがて宇宙全体に広がり、多くの魂がその波に共鳴していきました。統合の意識は地球にも流れています。だからこそ、私たちは今、自分の中の光と闇を見つめ直す時代に立っています。誰かを正そうとすることではなく、自分の内側の両極を理解し、受け入れること。それが宇宙の進化の次の段階です。あなたの中にある優しさと怒り、愛と恐れ、自由と制限。それらは矛盾ではなく学びのケアです。どちらもあなたが本当の自分を知るための扉。その扉の向こうにワンネスの記憶が広がっています。宇宙の始まりもあなたの意識も同じ構造でできています。源が自分を知るために別れた自分が再び源に帰る。それがすべての魂が歩む道。それがワンネスの呼吸です。すべての体験は愛へ帰る旅。光と闇の両方を抱きしめたとき、あなたの内側に宇宙の静かな中心が現れます。それが創造の始まりと同じ場所。そしてすべてが帰る場所です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。